自分のキャリアが唯一無二のものになってっか僕好きで、こんな人いないんですよ。しかも面接行かなかったんですよ。全部書類落ちだったんですよ。日立でIT やって調達やってる人が何すんのって全部が全部いい感じに今の自分のキャリアに生かせてるっていうふうには思ってますね。ただやっぱりエンタメに移りたいって軸はもう10年ぐらい前ですけど変わってないっちゃ変わってないですけどね。今日はですね、日立に新卒入社した後ですね UCLA の、MBA に行き、ベインに入った後、某出版社に行き今はセガで働いて、エンタメ業界への転職を果たしたという大迫さんに来てもらって今日いろいろ話を聞いていきたいと思います。よろしくお願いします。大迫です。そもそも日立って結構長く言いましたよね。そうですね、トータルで9年で社費留学でUCLA の MBA 行ってるんで、実質働いたら7年で最後2年は MBA。 日立では何やってたんでしたっけ？最初の4年半が IT 戦略みたいなことをしていて、そもそもシステムエンジニアとして入社したんですけど、あんまりシステムエンジニア別になんか開発してるわけじゃなくて、戦略企画みたいなことを4年半やって、でその後鉄道そっちの方のいわゆる海外調達部門に行って、プロジェクトベースでの調達の PMO みたいなことをしてましたね。そもそもなんで日立入ったんですか？行きたかったんですか？その業界に当時、今振り返るとそこまで真剣に考えてなかったですね。父親もカタカナの製造業で勤めてる人だったんですけど、父親とかに就活の相談とかした時に最初は漢字のところに行った方がいいんじゃないみたいな自分はカタカナだそうどういうことと思ってあんまり詳しく言わなかったんですけど、多分さっき言った日本のトラディショナルカンパニーでの働き方とか、僕は日本人なんで、そういうことを学んだ上で多分いろいろもう一回見つめ直したらいいんじゃないって、まず初めにはそういうきちっと教育とか研修とかもしてくれて、いわゆる日本の大企業として働いてみる経験っていうのは多分得た方がいいんじゃないかって、そういうアドバイスだったと思うんですけど、それが解釈をしてだいぶすごい読み合いが起きてますね。でも自分としてももともと30でもう一回キャリア考えようっていうふうには思ったんですよ、その時に。その時にどこの会社に入ってもその時の選択肢としてとりあえず親のアドバイスを受けてとりあえずでも推薦でそこに入ってみようって本当にあんまり考えなかったですね。でただやっぱり見直すタイミングっていうのがやっぱり30歳で見直すっていうのは自分の中でなんか考えてはいて、なので入社して2日目の時に自分は会社で何を成し遂げたいかみたいなのを書くんですけど、その時にその一つのプロセスとしてもう MBA みたいなことはすでに書いてはいたんですよ。要は見直す時のいいキャリアチェンジのオポチュニティとしてはやっぱ MBA っていうのはちょっと選択肢の一つあるかなっていうふうには見てました。MBA に行く時は基本戻るっていう考えだったんですか？戻るっていう考え方でした。80% ぐらいは戻るだろうなって思ってましたね。でそれはどこにどう行くっていうので決めたんですか？どこに行きたい？そこでエンタメが初めて出てくるんですけど、キャンパスビジットとか、学校のリサーチみたいなのデスクトップリサーチとかでやってた時に UCLA みたいなのがあって、 UCLA 見ていくと、エンタメをビジネスでやってる、ビジネスで学べるっていうのが、分かって、で正直自分の頭の中にエンタメってそうか、ビジネスもあってビジネス学べるのか、それなんて面白そうなんだっていうのがもうきっかけっちゃきっかけで、結局エンタメビジネスで学べるところってニューヨークかロサンゼルスしかなくて、もうその段階で NYU か UCLA だったんですよ。キャンパスビジットそこしたんですけど、ニューヨークはマイナス5度で真冬寒いですからね。真冬だったんですよ。で寒っと思いながらキャンパスビジットした後に帰りに UCLA 寄ったんですけど、寄った瞬間に20度で快晴、ポカポカ青い空で、UCLA 行った人は分かるかもしれないですけど、もう綺麗なんですよ。キャンパス綺麗ですよね。めちゃめちゃ広いし、めちゃめちゃ広いんですよ。ここで勉強もしつつ自分の人生学べたら楽しいだろうなっていうのがあって、もうその時にも UCLA 本命で、行ったっていう感じですかね。で、UCLA 行って、エンタメを学び始めますと。でもベインになんか行き着いちゃったってことですね。そうベインは、さっき言った通りで、ボスキャリで初めて
そもそも別にボスキャリもあんま興味なかったんですよ。別に転職する気なかったんで。あ、そうですよね。ただ、自分の実力試しじゃないですけど、今の自分がどういうふうに見られてるんだろうっていうのはちょっと興味があったんで、サマーインターンの出したら、受かってしまって、そこであれですもんね、サマーインターンで入ってきた時に出会いを同じケースだったここで出会った。そうそこで出会った。同じワークストリームで俺がメンタルやられた時のケースだったで、どのタイミングでいや戻らんぞとなったんですか？戻らんぞとなったのはだんだんですね。いろいろ理由はあるんですけど、決定期っていうか決定打は、どっちかっていうと戻るときに所属部署に戻ってくれって言われたのが決定打ですね。前それ最後言ったのがプロキュアでしたっけ？プロキュアですね、鉄道の調達部門に戻る気はさらさらなかった。さらさらって言うとあれですけど、MBA 取ったんで、MBA のキャリア経験が活かせるようなキャリアがいいと思って、さっき言ってたようなところに行きたいっていうのは前々から話してたし、でそれを改めて本社の人事とも話したりしたときに、いや一旦は戻ってくださいみたいな。でその後は自分でどうにかしてくださいみたいな簡単にそんな感じだったんですよ。と思って、で自分の戻らない方がいいのかなっていうのは、もう一つあった。でもう一つは、その時にはエンタメのビジネスを学んだ後で、で面白かったんですよ。なるほどねって、エンタメで働くのも面白いそうだなっていうのは思ってた。でもこの2つですね。コンビネーションでだんだんちょっと戻らなくて違う道を行こうとなったわけですよね。あとお金です。でそのサマーインターン終わった後の、オファーレター見て、給料が 2.5 倍ぐらいだったんですよね。そうですよね。でもそれでそのサマーインターンはベインやったじゃないですか。で、でもエンタメ学んでて面白いですとなって、そのエンタメ行くっていう多分オプションというかことも考えたと思うんですけど、一旦ベインに行ったのはこれはインターンでエンタメで働けなかったっていうのは一回でかくて、しかも面接行かなかったんですよ。全部書類落ちちゃったんですよ。それはさっき言ったそのゲームとかその出版とかそのムービーとかそっち系のやつ見て出しました。だからディズニー US とかも出したんですけど、任天堂も出したし、任天堂 US も出したし、でももう本当にレジュメ落ちで、今思えばそうなんですけど、日立でIT やって調達やってる人が何すんのって、でしかもあっちは結局ジョブディスクリプションで見るじゃないですか。だからもう経験が何もマッチしてない中で、あなた何できんのっていう話になった時に多分何もないんだろうなっていうのは思って、だからサマーインターンできなかったっていうのは結構でかかったですね。なので帰ってくる時に、エンタメの企業にいきなり行くっていう選択肢もあったかと思うんですけど、一回先婚みたいなところを挟むことによって、自分はある程度、あれはやっぱり汎用スキルでかいんで、どこでもやっぱり自分の基礎スペックを上げるっていう意味でも、そこを挟ました方がいいなっていうのは思いましたね。で一旦じゃあ先婚挟んで、自分の人材価値も上げて経験値も積んでっていうところでいったと思うんで、ちょっとベインの経験に触れたいんですけど、それもでも割と前職で行くとだいぶ違うじゃないですか。ジャパニーズトラディショナルカンパニーの IT 調達部門からの戦略コンサル、それは経験的にどう、カルチャーショックとか食らいました？忙しかったっすね。やっぱりワーキングアワーズは、格段に伸びましたね。一番タフなのってどんなでした？一番タフなのは、耐震ですね。耐震事業、地震に耐える耐震構造のDD はもうちょっとえげつなかったですね。残業というかオーバーが70時間台かな。オーバーが週だから40プラス70やってるってことですね。そうっす。110ってことです。やばいな。110は結構アイビーでもないぐらいの。そもそも1週間で何時間だっけ当時のパートナーに全部そのケースが終わった後に、本当にごめんって言って1人1本シャンパン買ってきました。でもその過酷な経験を得て一旦はそのペンディングにしたエンタメ業界が今度転職するわけじゃなく出版社に、それはどういう経緯でそこにたどり着いたというか、きっかけというかタイミングというかは。どっかのタイミングで、行こうかなって思ってて、他を見てみようって言って、見始め
た、まずその時は全然映る気なかったんですけど、見始めたタイミングでメインの先輩が Spotify に行ったんですよ、相談したんですよ。でまだ入って1年ちょっとだし、まあ多分その1年後にはマネージャーに上がる、まあ、そのまま進んでいくと2年で上がるんで、それは待った方がいいですかって聞いたら、いや待たなくていいと思うっていうのをバッサリ言われて、なぜかっていうとオポチュニティが限られてるから。エンタメって当時は、今は結構あるんですけど、実はその海外の事業もやれるそのエンタメの企業で働くオポチュニティそんなないよっていうのは言われたんですよ。ポジションがそもそもそんなないよ、ポジションにそんなないよって、まあ確かに言われて思うのは MBA の時ですら自分のレジュメとして落ちてたし、でそんなになかったっていうのは分かってて、裸では分かってたんで、そうだなと思って、そしたらとりあえず出してみて受かったらそこに行けばいいんだよって言われて、ああそうかと思って、でそっからちょこちょこ出し始めた感じですかね。ああなるほど。空いたらとりあえず出してみてみたいな。はいはい。で結局それ転職したのは1年半ぐらいですよね。1年半いってないぐらいです。はい、そんなもんですね。でそこで空いたやつ申し込んだら通ったと。一発目が某出版社で、であと、もう一個ディズニー出したんですけど、某日系の出版社が、スーっていっちゃってで通っちゃって、でちょっと自分の中で考えて、給料とかも見て話聞いたりして、そんな落ちなかったんですよ。80% 台、もうちょっといいかな、9割弱かな、それすごいですね。 C の9割弱、それは結構いいんですよ、出版社って。特にその日系出版社のトップは基本的にやっぱり給料いいんですよ。これだったらいいなって思って、とりあえず飛び込むかと思って飛び込んだっていう。そこでは何のポジションというか、どういう仕事をまず入ってたんでしたっけ？海外ライツ事業っていう形で、要は、出版社って、IP って言って、コンテンツですよね、コンテンツ、作家さんが書いてきたコンテンツを展開していくというか、事業として売っていくみたいな、いわゆるライセンスアウトとして売っていくみたいな事業なんですけど、そこの海外ライセンスアウト事業で、そこの新規事業で、当時はWeb3 とかメタバースとか、そういうのが結構流行ってて、そこにこうライセンスアウトしていくっていうような事業でしたね。なるほど。でこれでそのいわゆるこう UCLA のこの学校案内を見た時から、そこから2年3年3、4年経ってるわけです。いやもうそうですね、4年ぐらいですね。夢のエンタメ業界、夢のエンタメ業界ですね。ようやく入ったわけですか。そうこれは期待値に対してどうでした？期待通りのやっぱ楽しさがあったのか、いやなんかちょっとギャップがあったのかでいくと。いやベインとはちょっと全然違うギャップはあったんですよ。どっちかというとやっぱり作家さんのとかに合わせてこう、気長にこう種を育てていくっていう考え方が、基本的にはそれが長いので、やっぱりビジネスのスパンがものすごい長いんですよね。イメージ的には短くて5年とか。もう考える計画がでこういうふうなことをしていったらいいと思うんだけどどう思うっていうのが短くて5年だし、僕はこういうキャリアを考えてますって言った時に、10年後ぐらいにそれができたらいいよねみたいな、そういう世界観なんですよ。あとさっきの仕事の話もありますけど、仕事のスピード感がちょっとベインがちょっと尋常じゃないっていうのももちろんあるんですけど、例えばペグなんかと比べるとペグの1日が1週間から2週間ぐらいもう流れてる時間感覚が違いすぎちゃって、そこは相当ギャップありましたし、 MBA 取って MBB 入った人がこのキャリアでいいのかなっていうのはちょっと悩み始めた感じですかね。そのエンタメって世界には入れたけど、その実際のやってることとかスピード感とかインパクトみたいなところでちょっと疑問を持ち始めた、その前の4年間があまりにも刺激的な人生を送ってきている私からすると、いやこれでいいのかなっていうのは悩み始めた感じですかね。入って半年ぐらいで、エンタメそのものはやっぱ楽しいなっていうの感じたんですか？楽しかったです、てかエンタメ基本的に楽しくないって思う人いないじゃないですか。自分が楽しいと思えることをやっぱり仕事にできるっていうのは
いいなって思ってたんで、うんまあ、単純に楽しかったです。まあ、定義的にエンターテインメントですからね。で自分も楽しくなければ楽しませることはできないじゃんっていうのは基本的にエンタメの考え方なんで、エンタメ企業の考え方なんで、それはもうやっぱり楽しいか楽しくないかって言ったら楽しかったの。で、まあ、そこを悩みながらやってると、そのなんかあれですよね、次の今のセガにつながるこう不思議な出会いというかが、不思議な出会いでしたね。就活してなかったですよ、またそれも。当時全然就活してないですよ。どうしようかなって言って、いや要は会社の文化を買いに行くみたいなことも含めて、いや要は当時はその海外支社の設立の提案とかしてたんですよ。コンサルっぽく資料にまとめてやってたんですけど、なかなか響かなくてどうしようかなって悩んでた時に、たまたま Web3 とかメタバースの、まあ、講演とかにもちろん行ってはいて、その講演の時に話しかけに行ったんですよ。メッセージを送ったのかな、講演聞きましたっつって、ぜひそのメタバースとか Web3 におけるその今のセガのそのスタンスとか今後の海外事業計画とか展開のビジョンとかちょっとお話聞きたいですって言ったら、おいよいよっつって明日はどうって言って、次の日ランチとかいいですね、スピード感が。で次の日ランチ行った時に、ただまあ当本人多分もうメタバースとか Web3 多分半分飽きてたと思うんですけど5分とか10分で終わったんですよ。で大迫君はなんで今そこにいるのみたいな。いや実はその海外事業展開とかも将来考えてるし、まあ、やっぱり自分は海外に行きたいっていうのはもちろんあってみたいな、海外で事業を大きくしていきたいんですみたいな、そういう話をしたら、そうかみたいな。でまあ課題も言ったんですよ。ただやっぱ出版社ってこういう壁があってみたいな、今の話みたいなした時に、いやうちの方がいいんじゃないかみたいな。あとはご縁も感じてて、実は MBA の時に戻るんですけど、MBA のインターン先で唯一オファーをもらってるところがあって、実はセガからオファーもらったんですよ、3万円で。ただコロナになくなったんです。コビットで迎えきれる体制じゃないからごめん無理。そういうのもあって、まあご縁だなと思って、まあ、飛び込んだ感じですね。大迫さんの移り変わりはその瞬間瞬間をつかみ取んでるからそうすごいです。だから特にやっぱ30代はすごいですね。もう移り変わりとか、やっぱり自分の転機は MBA に行ったことだと思ってるんですけど、そっからのやっぱり自分のキャリアの移り変わりがやっぱり2年スパンぐらいでポンポン移っていくっていうのはすごいですね。そうですね。なんか計画しきってるっていうよりもなんか割とこのセレンディピティに近い感じで。そうですね。その時に飛び込んではいますね。ただやっぱりエンタメに移りたいって軸はまあもう10年ぐらい前ですけど、まあ変わってないっちゃ変わってないですけどね。セガはまあ移ってまあ要は2個目のエンタメですと。でまあ1個目はそのスピード感とかちょっとギャップがあってまあ移ることに決めたと思うんですけど。今セガでいくとやりたい風にやりたいことってやれてるんですか？当時想定してたのとはちょっと違うんですけど、やりたいことはその大きな枠で言うとやれてるかなと思いますね。やっぱり日本の日系の IP を、まあ、海外に広めていきたいっていうのがやっぱり自分としてはやっていきたいことで、まあ、セガって UFO キャッチャー作ってるんですよ。ゲームセンターにいっぱいありますよね。UFO キャッチャー自体をやっぱりこう日本だけじゃなくて海外にも広げていくのはどうかっていうようなことをやっぱり需要がやっぱり上がっていって、やっぱりその UFO キャッチャーを置いてその中に日本の IP コンテンツを入れていって、そのセットでこういろんなところに入れていくっていうのはいいんじゃないかっていう話が今あって、でそのプロジェクトの一つとして、まあ、去年の11月にオープンしたんですけど、まあ、三菱商事とタカラトミーと、まあ、POC っていう形でサンタモニカに、まあ、これも縁感じですけど LA のサンタモニカに展開してますね。そういうようなことができてるので、まあ、楽しいですね。でそれを結局推進立場上は副リーダーみたいな形でサブリーダーみたいな形で入らせてもらってるんで本当に楽しいですね。コンサルよりもやっぱり、まあ、楽しいなと思うのは、中継考えながらオペレーションでやっぱり回すっていうのを考えなくちゃいけないし、実際にもビズデブもやってるんで、まあ、走りながら考えるみたいな、自分が走りながらなんか道を作っていくみたいな、なんかそういう状況なんで楽しいっちゃ楽しいです。いいですね。で今まあ、すごい面白いことを楽しく自分のやりたいスピードできてますっていうところで、まあ、
まあ、さっき今ざっとこのキャリアの話をしてきたと思うんですけど、割とこのアントラディショナルなこの連携というかものじゃないですか。それが今の仕事になんかこのルート辿ってきてよかったなというか、なんか振り返ってみてこのキャリア形成どうだったっていうふうになんか自己評価します？年数を置いといて、もうちょっと例えばベイに長くいた方が良かったなとか、もう出版社もうちょっと短くて良かったなとか、日立はもうちょっと短くて良かったかなみたいなのあるんですけど、トータルとしてこのキャリアパスは満足してます。はい、全部が全部いい感じに今の自分のキャリアに生かせてるっていうふうには思ってますね。それ具体的にどういういい感じでですか？生かせてるっていうのは、何パーセント何パーセントぐらいだろうな、40、30、20でMBA が10ぐらいかなっていうイメージではいますね。40が日立で30がベイン、出版社が15ぐらいですね。はい、それぞれ何が効いてきてると生きてるんですか？まず日立は結局父親の言った通りなんですけど、やっぱり日系での組織としての動き方みたいなのは、やっぱり学べるいい機会だったなと思ってるっていうのは一つ。要はその合意形成の図り方とか、なんていうかな、やっぱり日系会社と外資の会社で違うっていうのは、僕はやっぱり何社か動いたんで分かりますし、それで、それを踏まえてこういうふうに組織をオペレーションしていけばいいんだなっていうのはやっぱり学ばせてもらったのはやっぱり日立なので、自分のこの社会人としての基礎が学べたっていうのはやっぱり日立だなと思ってますね。そういう意味で結構重めにやってます。で意外とそれ以外で言うと自分のシステムエンジニアの経験だとか、自分の調達でのサプライヤーとの交渉の経験だとかっていうのも意外と役立ったりはしてて、例えばシステムエンジニアだと結局今ちょうど今回やり始めたトランスフォーメーションプロジェクトの中には結局AI を取り込んでいくみたいなそういう話があった時に、IT から AI にやっぱり流れていく時代のシフトに合わせてやっぱり結構AI を使ってる人たちっていうのは結構 IT 用語そのまま使ってる人っていうのは多分多いと思うんですけど、それがやっぱりなんとなく自分の中では分かってるし、で調達の時はやっぱり海外の企業との交渉みたいなのをやらせてもらってたんで、押せとか引けとか、そういうところがある種自分で強く言えるようになったっていうのはそこかなと思ってて、意外とそういうのが役立ったりっていうのはちょこちょこしてます。で30がベインですね。でベインはやっぱりもうどっちかというとハードスキルですね。パワーポエクセル自分でまず構造化、アンサーファーストみたいな話とかをやっぱり自分の中でやってから作り始めるパワポの作り方って全然違うと思ってて、その辺のフレームワークを学べたっていうのはやっぱりでかかったですね。今の仕事でも提案作るとか資料を考えるとかってなった時に生きてきてますし、ハード面っていうんですかね、はやっぱりベインはものすごい良かったですね。どっちかというとソフトな方が日立なのかもしれない。特に1社目で多分長年5年以上いたりする人たちってその会社の中での情報しか基本的には入ってこないんで、そういった意味で僕は MBA が最後の 10% って言ってるのは自分の中で人脈が広がって情報が一気にボンって入ってきたっていうのはものすごい良かったなと思ってます。MBA の頃セガに行ける世界観もあったじゃないですか、コロナじゃなければ。その時からもセガに入社して続いた方が良かったのか、それからベイン1回行って今のルートが良かったのか、なんか選べるとしたらどっち選びます？でもベイン選びます。今話した通りでやっぱりコンサル1回挟むっていうのは個人的にはすごい良かったなって思ってて、あとは結局自分のキャリアが唯一無二のものになってっか僕好きで、こんな人いないんですよ、このコンビネーションが。そう逆に重宝されるというか、なるほど、日本の例えば今のセガの人からするとお前エンタメのことをもうある程度他の会社で分かってて、でコンサルも経験したことあって、で日系の事業会社にいるから、オペレーションの方まで分かってるでしょ、みたいな、その複合的な経験っていうのはもう自分の中で結構唯一無二のものになってきてるっていうふうには思ってて、そういった意味で経営にいながらビズデブやってみたいな、そういうことをやらせてもらってるっていうのはある種自分が今まで歩いてきたキャリアのおかげかなと思ってます。最後ちょっと大迫さんの方から視聴者の方にメッセージがあれば一言もらえればと思いますが、もしエンタメ事業に入って、例えば私は海外事業展開していきたいみたいなのあるんですけど、そういう人に興味あったらいくらでも話聞きますんで、ぜひご連絡いただければと思います。
じゃあ大迫さんのリンクドインを概要欄に貼っておくので、エンタメ業界に興味ある人はぜひちょっとコンタクトも考えてみてください。ベイン辞めてビッグ4で山小屋で働いている人の話とか、ベイン辞めて事業継承で電気屋のね、親の仕事を会社を引き継いだ人の話とかもアップロードしているので、興味ある人はそれも見てみてください。それではまた。